こんなんで俺60まで行くのかなって、本物になりたいみたいな。ゴールの向こうに何かこう自分の知らない自分がいるのかな。ニッチ市場ナンバーワンの商品作るってチャレンジなところが、ちょっとした勇気を持つことによって次のステージが見えてくるなって。広告って企業集というか、広告と SNS でブランドを知っていただくっていうことを。商社とメーカーの機能を併せ持ち、幅広い生活関連商品を扱う株式会社同志社。ニッチ市場ナンバーワンを掲げながら独自のビジネスを展開している。ゴリラシリーズに代表されるどこかで見かけるニッチな商品。その裏には市場の隙間を狙いひらめきで勝負する商品部と、長期的な戦略でブランドを育てていく営業部の存在があった。EC の推進およびマーケティング業も今担当しております。もうベテランフル株です。10年前、投資者は Amazon に対してあまりいいイメージを持っていなかったという。価格破壊を起こしたのはあいつらだみたいなのがもう蔓延したんですよね、同志社の中で。価格調査をする仕組みだとかそういうのを取り入れて見てた時に、一番最初価格を崩したのは実は違ったよねっていうのを全部こう可視化したんですよね。Amazon への理解が深まった一方、 EC への投資は依然として厳しかった。 EC をこの会社の中で伸ばすってすごく難しいなっていうのをやっぱ感じた時期が10年ぐらいはあるんですよ。世間一般に言う例えば EC とかウェブの世界ってある程度先行投資ですよみたいなあると思うんですよね。こんだけやっぱりお金をかけて投資していかないと上がっていきませんよみたいなあるんですけど、うちは結構そこ手堅い会社で、なかなか先行投資ってところに関しては非常にやっぱりハードルが高いんですよね。広告予算ゼロ。まずは小さな売り上げを作っていくところからスタートした。うちはい。今リテールカートになってる。今のバイクは当時 EC のノウハウを持つ人材は限られていた。白石さんはチームを引っ張るリーダーとして挑戦していく。若い頃にトライアスロンに打ち込んでいた白石さんは、今なおフルマラソンに出場し続けるタフなランナーでもある。会社から帰って練習したりとかってこともしています。トライアスロンやってる時に、ゴールの先に何があるんだろうっていう言葉に対して未だ見ぬ自分の発見であるっていう言葉に感銘を受けまして、ゴールの向こうに自分の知らない自分がいるかもしれないっていう、やっぱり常に目標があってそれを目指していくっていうのがやっぱり自分の生き方っていうか。逆境の中、白石さんの長い旅が始まった。広告をかけても売れなければ何も残らないっていうマインドがやはり強かったので、そこに対して先行投資をしていくっていうのが非常に難しい状況でした。スポンサープロダクト広告で確実に刈り取れるところだけを運用していたんですけど、やはりそこだけでやっぱり限界が来てしまいました。ブランドを成長させていくためには、スポンサープロダクト広告とスポンサーブランド広告を併用することによって認知拡大の施策と刈り取り施策とバランスよくそこを効率的に回すことによって収益の拡大ができました。自然検索も増え、順調に売り上げを伸ばす中、思わぬ在庫欠品を引き起こした。お客様にご迷惑をかけたっていう、これは本当に大きな失敗で、やっぱそこがやっぱり全てのお客様のためにって思って仕事してる中で一番迷惑をかけてしまったっていうところは本当に大きな失敗で、自然検索の順位がまた落ちていってしまって、結果的にその落ちた順位を上げるためにまた広告をかけて上げなければいけない、非常にやっぱりもったいないなっていう本当に気持ちでした。感覚的な思いの営業っていうところからやってたんだけど、やっぱり販売戦略と広告戦略がちゃんとそこがリンクしてないとやっぱりいけないってことはやっぱそこから学んだので、白石さんはこの失敗を機に感覚から数字の戦略へとシフトしていった。10発投げて1発当たったら本当ラッキーだなみたいな気持ちでやってますね。地道に商品を育てる白石さんとは対照的に、
水島さんは直感的なひらめきを武器に商品を作る。あ、でもこっちのこのギザギザのやつ結構可愛いんで、それ活かしたいですけど。ずっと面白いのを出していきたいようなイメージはありますね。なくならないもの、ずっと。ヒットを生み出す水島さんの素顔、それは学生時代から続ける剣道。現在も同志社の剣道部で心と体を鍛えている。あまりこう考えがまとまらなかったことが、剣道ってすごい声を出して、そこで一回頭をリセットして、でもう一回考えるみたいな。ヒット商品ゴリラシリーズも水島さんのアイデアから生まれたブランドだ。経験不足の中で工場にサンプル依頼したら、すごい強さのマッサージ機ができてしまって、やってしまったな、失敗したなと思ったんですけど、この痛いけど気持ちいいっていうのを表現の中で面白く出せたら売れるかもみたいな。あ、ゴリラってなんか掴んでたらなんかインパクトある絵になるな。ゴリラの一つかみ。今までにうちにない切り口だったので笑っちゃいましたね。 SNS 上ではすごいその商品の名前がバズりの投稿になりまして、だいたい800万インプレッションぐらいガーッと数値が伸びていって、すごい問い合わせが殺到するような展開になりましたね。やってみないとわからない、誰かが面白いと思ったらチャレンジしていこうというエンジョイの精神が社内にはあります。エンジョイの E はええやん。なんでやねん、自分おもろいやん。やったらええやんですね。結構ニッチ市場ナンバーワンの商品作るってチャレンジなところが結構多くて、過去の実績とかそうなもんなかなかない中での商品みたいなものが多いので、そういうところでの勇気とかチャレンジみたいな気持ちを表現したような精神、もう世の中出す前多分誰よりもドキドキして売れんかったらどうしようって思いながらもチャレンジをそういうふうにトライして、でやっぱりそういう時に結果が出た時ってすっごい嬉しくてっていうのを何回も繰り返してるので、私は社員の中でも誰よりもって言いたいぐらいエンジョイの精神を大事にしてますね。エンジョイの思いが形となり、世の注目を集めたゴリラの一つかみ。このヒットを一過性のもので終わらせず、長く愛されるブランドへといかにして育てていくのか。最初にお客様がやっぱり探しに来るところが Amazon。 お客様が Amazon 探しに来てくれた時に商品ページをちゃんと作って、選びやすい、探しやすい、購入しやすい環境を作るためにスポンサーブランド広告は必要。広告って役割としてはすごく大事なのかなと思うんですけど、企業集というか、やっぱりSNS の臨場感ももちろん必要だけど、やっぱ広告でそこでしっかりメーカーとして伝えていくっていう部分はとてもやっぱり一つの大事なツールじゃないかなっていうふうには思うので、広告と SNS でこの両軸をちゃんと使いながらブランドを知っていただくっていうことをバランスよくちゃんとやっていくっていうのが僕は今大事な。やっぱり1回の SNS とか1回のバズりだけだとそこは継続していかない。いつバズってもいいようにそれを継続的にやっていく。いつバズってもいいように頑張りますお願いします頑張りますちょっと本物になりたいみたいなところがやっぱあって、面白いしいいものだよね。ゴリラシリーズ新商品出てるからきっといいものだから使ってみたいなみたいな、そういうものにしていきたいし、ファンを作っていきたいなっていうふうには考えますね。お客様に知っていただいて、理解していただいて、買っていただく場所、これをトータルで広告を使って伝えていくのをフルファネル施策と、今やってみたいなと思ってるのはプライムビデオ広告。今度知っていただいたお客様に対して DSP 広告を使ってお客様にまたそのアプローチができる。この間見ていたプライムビデオ広告に対して、いかがですかゴリラの一つかみっていうアプローチができるように。そうすることでやっぱり長くお客様から笑ってもらって使い続けていただけるブランドをずっと育成していけるかなって。それは結構チャレンジですね。チャレンジですよね、面白い。そんな広告やったことないですもんね。この10年振り返ってみると、やっぱり全てのお客様のためにっていう思いで仕事してきたなっていう、やっぱ思ってます。
常にやっぱり挑戦し続けて、失敗も繰り返しながら、それでもやっぱり前進をしてきた10年だったなというふうに思ってます。ちょっとした勇気を持つことによって新しい次のステージが見えてくるなって思ってます。成功ばっかりやったらいいんですけど、失敗からやっぱ学びもたくさんありますし、それよりもチャレンジしないことの方がもっと怖いって私は思うんで、一緒にここの山のゴールにたどり着いて、この山の向こう側の景色を一緒に見ようよっていうAmazonのチームでは思ってるんです。これからの若い世代の人たちのために EC の土台を作ってブランドを育てていきたいというのが今の目標です。